おはようございます。11月中旬、休日のとある朝の時間のこと。今日は何やら大きな荷物が届いたようです。かわいい。いい、めっちゃ。これが最近あまりの寒さに耐えきれず、ようやくこたつをお迎えすることを決心しました。よいしょ。こたつをセッティングする前に、もともとあったローテーブルを片付けて少しだけお掃除をします。かわいい。こたつの備品が続々と到着しています。このモフモフさが人をダメにしてしまいそうです。そうこうしているうちに、こたつの最後の備品が到着しました。かわいい。あ、めっちゃ気持ちいい。やばい。あ、寝ちゃう。これは寝ちゃうよ。まるでセーターの柄のようなこちらのこたつの掛け布団も楽天で見つけたお気に入りです。念願のこたつがやっと完成しました。何やら先約がいたようです。いやー、こたつってやっぱりいいですね。ちょっとダメ人間になってしまいそうな気がしますが、これからの冬のおうち時間もより充実しそうです。お腹がペコペコで目覚めた次の日の休日の朝。今日は何をして過ごそうかなと頭の中で考えながら朝ごはんの用意をする休日のこの時間が大好きです。この日は朝から和食が食べたい気分だったので、目玉焼きを焼いています。今日の朝ごはんは卵かけご飯ならぬ目玉焼きご飯にしました。お味噌汁はインスタントのものでもいいので、毎日1杯は飲むように意識しています。シンプルだけど
心も体も温まる日本の朝ごはん。こういう時に日本人に生まれてなんだか良かったなという気持ちになります。最近の私のカバンの中身を紹介します。これは最近一番くじで引き当てたポケモン ZA のタオルハンカチです。かわいい。最近ジーンズで新しく伊達メガネを新調しました。中顔面短縮にもなって小顔効果のあるところもお気に入りです。これは最近借りて読んでいる漫画なんですけど、目黒アムさんのハニーという少女漫画です。もう久しぶりに少女漫画を読んでいるんですけれども、ときめきが止まらなくていいですね。少女漫画でしか得られない栄養素がありますね。日中もちょっと肌寒くなってきたのでマフラーを巻いてお出かけします。この日は毎週通っている耳鼻科に行って、今施設で入院中のおばあちゃんに今度手作りのマグカップを渡すついでに来年のカレンダーもプレゼントしようかなと思って雑貨屋さんにも寄りました。いいものが買えてホクホクな気分で帰宅しました。翌週の休日の朝の様子です。この日の朝ごはんは家にフランスパンが残っていたのでフレンチトーストにしようかなと思って用意しています。フランスパンをひたひたにしている間に今から少しだけ朝散歩に出かけます。ちょっと早いんですけど、今年の自分へのクリスマスプレゼントにオズモポケットという小型カメラを購入しました。 Amazon ブラックフライデーを狙ってやっと購入することができました。お散歩から帰ってきてフレンチトーストもいい感じにひたひたになっていました。こんがりいい感じに焼けると気分が上がります。もはや休日の朝恒例のラテアートの練習です。ノリと勢いで始めた趣味のラテアートも始めて早2ヶ月が経とうとしています。最近はラテアートをするときに何を描こうかなと直前まで悩むことが多いです。
もしよろしければ描いてほしいイラストやキャラクターなどがあればコメント欄にてお待ちしております。この日は迷いに迷ってちょっと難易度の高いイラストを描いてみることにしました。実は今回挑戦したこちらのイラスト、お蔵入りになりかけていました。というのもラテアートって一発勝負の勢いがとにかく大事なんですけれども、この日は筆先が迷いに迷って書き直しを繰り返してしまいました。自分が描く線に少しでも迷いが出てしまうとチョコソースがにじんでしまったり、こんな感じで少しラテアート自体が汚くなってしまうことがあります。改めて一発書きの難しさとラテアートの難しさを毎回実感しています。もうちょっと上手くなれるようになりたいな。お蔵入りになりかけたラテアートもなんとか完成しました。フレンチトーストにはメープルシロップをたっぷりかけます。失敗をしてもカフェラテはいつだって美味しいです。サックサクの出来たてフレンチトーストも絶品でした。最高な朝ごはんを食べれたので、この日一日動画編集も頑張れました。とある仕事終わりの夕方、高島屋にやってきました。その最大の目的とは、よいしょよいしょよいしょとよいしょですね、実は明日初めて関西飲みの市に行くことになりまして、そうなんです。やっと行けます。というのも、私東京飲みの市に毎年行きたいって思ってて、もうなんせちょっと平日休みなもんでして、なかなかそのスケジュールが合わないと言いますか、毎年なんか土日祝日に開催されてることが多いので、なかなか本当行くことが難しかったんですけど、今年は東京飲みの市に行けなかったんですけど、関西の方で大阪万博公園ですかねで開催される関西飲みの市に行けることになりまして、嬉しい。なのでその、関西飲みの市に行く際に一緒にいてくれる大阪に住むお友達がいるので、そのお友達にちょっと手土産というかちょっとしたプレゼントをいくつか買ってきたので、それを包みながらいろんなお話ししたいなと思います。紹介したいものがいくつかありすぎるので、ちょっといろいろ紹介させてください。この袋にいろいろお土産を詰めていきます。まずなんか名古屋のハッピーターンと、あとなんか東海地方といえばうなぎパイのなんかうなぎパイのうなぎサブレのチョコがけのものがなんかありました。これめっちゃ美味しそう。私実は岐阜県が地元なんですけど、このひょうたんサブレと栗きんとんが
ちょっと岐阜っぽいなって思って、これも友達に持っていきます。あとはこれさっきロフトで買ってきたやつですね。キットカットのサンタさん、かわいい。これいいんですよ、すごく。毎年なんかバレンタインバージョンでクマちゃんのやつ持ってるんですけど、ちょっとサンタさんのやつかわいいなと思って買ってきました。なんかめちゃめちゃこれ6個入りなんですけど、1袋で、めっちゃ買ってきたには訳がありまして、ちょっと思いつきで美濃市に行った時に出店されている方々にちょっと差し入れで1個ずつお配りしようかなと思って、ちょっと多めに買ってきたのもあります。そう、すごい多分寒いと思うんですよ、大阪も。でそんな寒い中ね、一日中外で販売していらっしゃる方も大変だと思うので、なんかちょっとでも差し入れじゃないですけど、そのお店と出会えて嬉しいです、ありがとうございますっていう気持ちも込めてナオサンタじゃないですけど、ちょっとサンタさんにプチサンタさんになりきってちょっとお配りしようかなと思って買ってきました。友達にプレゼントがこれですね。これルピシアです。ルピシアの冬のティーパックセット5種なんですけど、これ冬限定のフレーバーが5種類で1枚ずつ入っているので、これすごいギフトにぴったりなんですよ。自分の分も買ってきたんですけど、冬のデザインめちゃくちゃ可愛い。なんかアナ雪っぽくて可愛い。めっちゃ可愛い。で、これがホワイトクリスマスっていうフレーバーで、これがキャロルっていうフレーバーで、これがジングルベル、あとこれカシュカシュ、ちょっと可愛くないですか。カシュカシュっていう名前なんですけど、カシュカシュはフランス語でかくれんぼのことらしいです。で、いろんな香りが見え隠れするキュートな紅茶、これもめちゃくちゃ気になる。絶対美味しいと思う。これルピシアオリジナルのティーバッグになります。5種類を1杯ずつ飲めるのもいいなと思ってこれにしました。で、あとは美容系でちょっと紹介したいんですけど、アユーラのメディテーションバスっていう、私アユーラのこのバス用品がめちゃくちゃ大好きで、これすっごくいい香りなんですよ。というのもこれ両方とも香りどっちもいいんですけど、私は好み的にはこっちのオレンジ色ナイトリートバスの方が好きで、本当にいい香りなんですこれで。かつお肌がすっごいスベスベになります。今日の夜すっごい疲れたなとか、ちょっと今日は自分にご褒美与えたいなっていう時に、これをお風呂の湯船にちょっと入れるだけでもう幸せになります。これ本当におすすめです。で、あとはこれもすごいおすすめで、このスキンコットンっていうハンドクリームですね。これすごく私お気に入りなんですけど、これちょっと大きめのドラッグストアとかロフトにも売ってるんですけど、これ何がいいかって、もうなんか綺麗なお姉さんの手みたいな私の手美容部員さんの手かなっていう勘違いするぐらいすっごくサラッサラになるハンドクリームで、これすっごくおすすめです。あとはこれです。これすごいちょっと紹介したかったので、ちょっとご紹介させてください。このサブレアっていうサブレ専門店がありまして、以前からよく買っているサブレ屋さんでして、名古屋駅だと高島屋の地下に1店舗あるんですけど、そこのサブレ屋さんから集まれ動物の森のコラボが出たんですよ。そうなんです。これ情報知った時びっくりして、発売日にその情報を見たんですけど、インスタグラムでもうびっくりしすぎて、もう仕事の後汗だくになりながら直行で高島屋さんに向かったぐらい欲しくって、
買いに行きました。で今日もちょっとだけ高島屋見に行ったんですけど、案の定やっぱりもう売り切れているものもあったのと、お一人様一点限りの商品になっていたので、買えてよかったなってすごい思います。ちょっといっぱい買ってきました。かわいい。そうなんです。一番の目的がこれなんですけど、ちょっとこちらは後で紹介するとして、まずこの3つがちっちゃいサブレが入ってます。ちょっと1個友達にあげたいので、ちょっと中身開封するのをちょっとあれなので画像をちょっと出しておきますね。それぞれにいろんなそのキャラクターに合った形のクッキーが入っているので、ちょっとしたギフトとかにもいいですし、可愛いですよね、とにかく。で、これです。これが最大の目的なんですけど、ハトノスサブレです。この箱のやつは3枚セットになってます。で、集まれ動物の森の喫茶ハトノスで登場するハトノスサブレをイメージした商品です。とのことで、あつ森で実際にこのクッキーサブレ作れるのを知ってますよね。おそらくやったことある方々は。で、私以前にこのサブレを自分で作ったことがありましてそうなんです。作ったことがあるぐらいこのハトノスサブレが大好きなんですよ。この自分でも作ったことがあるぐらい好きだし、実際に商品化されるっていうのがもう本当に嬉しくって、たくさんちょっと買ってきちゃいました。ちょっとすいませんと思いつつ、単品はちょっと5枚買ったんですけど、これもちょっと職場の方々とかにちょっとシェアしたい人がいるので、ちょっと多めに買ったっていう感じですね。いや、本当に可愛い食べるのがもったいないドマンスケが可愛い。カメラ目線で見てカメラ可愛い。皆さんたまになんかごますけすごい可愛がってくださる方いらっしゃるんですけど、すごい嬉しくって可愛いですよね。うちの相棒です。さあ、どうやって入れようかな。結構盛りだくさんな内容なんだけど、入るかな。どうしようかな。豆粒にしようかな。豆粒ちゃんにしよう。ぴったり入った。お友達は今大阪で妹ちゃんと一緒に住んでいるので、ちょっと2枚入れておこうかなと思います。ちょっと筒も後で割れちゃいそうで。そうメッセージカードも買ったんですけど、これめちゃくちゃ可愛くって見て可愛い。なんか手つないでピースフル可愛い。喜んでくれるかな。割れちゃうかな。割れないように気をつけて持っていこう。ちょっと怖いけど。こんな感じかな。で、そこに可愛くないですかこれ。サンタさんとちょっとしたギフトにピッて貼れるシールがロフトに売ってて可愛い。これはサンタさんすごい可愛い。
あれやこれやと入れてたらギチギチパンパンになりましたあ、でも妹ちゃんもいるし、2人で仲良く食べてねって言って渡そうと思います。いい感じです。よし、明日の準備しよう。あ、かわいい。あ、メッセージかける。かわいい。これメッセージかける。なんかせっかくだから一個一個なんか書いて渡そうかな。こんな感じ。いいね。はい、というわけで飲みの市当日、実際に私がお買い物をしたお店の方に1個ずつキットカットをお配りしたんですけれども、私が想像する以上にお店の方々がすごく喜んでくださったのが印象深かったです。また近いうちに飲みの市の様子をお届けしたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけますと嬉しいです。今日も皆さんにとって笑顔あふれる一日になりますように。それでは。